AI に何か調べ物を頼んで、これだって思ったリンクをクリックしたら、ページが見つかりません。この経験皆さんありますよね。無機質なエラーメッセージ、期待が大きかった分、ほんとがっかりしますよね。そう、この404 not found。実はこの現象、単なるバグっていうわけじゃなくて、AI の賢さの裏側にあるすっごく興味深い仕組みが原因だったりするんです。今回は AI がなぜリンク切れの URL を出してしまうのか、その根本的な理由を一緒に解き明かしていきましょう。今回は、この6つのステップで AI のリンク切れの謎に迫っていきます。まずは、AI が使っている教科書の話から始まって、検索の失敗、そして AI 特有の嘘まで。最後には、私たちが AI とどう付き合っていくべきか、そのヒントも探っていきます。では早速、この問題を理解するための大前提から見ていきましょうか。そもそも AI ってどうやって情報を探してきてるんでしょう。その基本的な仕組み、その鍵を握るのが RAG という技術なんです。RAG、検索拡張生成ですね。これ一言で例えるなら、AI が教科書持ち込み OK の試験を受けてるようなもんなんです。質問をされると AI はまずインターネットっていう巨大な教科書をバーッとめくって答えになりそうな部分を探してくる。そういうイメージです。そのプロセスはこのシンプルな3ステップです。まず情報を検索して、それを自分の知識と組み合わせて拡張し、そして答えを生成する。ここで大事なのは、この教科書持ち込み OK の試験、どのステップでも間違いは起こりうるっていうことなんです。さて、最初の原因です。これは AI が巡っている教科書、つまり検索してきた情報そのものに問題があるケースですね。まさにガーベージイン、ガーベージアウト。質の悪い材料からは質の悪い答えしか生まれないというわけです。具体的には2つのパターンがあります。1つは情報のタイムラグ。AI が見ていたウェブページって実はちょっと前の姿だったりするんです。だから私たちがクリックする。そのほんの少しの間にページが消えちゃった。なんていう悲しいすれ違いが起きるんですね。もう一つは意図の誤解。AI がこっちの質問のニュアンスをうまく汲み取れなくて、未担当違いのページを参考にしちゃうっていう、読解力の問題ですね。さて、ここからが AI ならではのちょっと厄介でもすごく面白い話になってきます。たとえ完璧な教科書を手に入れたとしても、AI 自身が答えをひねり出す、その段階で間違いを犯すことがあるんですよ。AI の嘘には大きく2種類あります。ハルシネーションと長官離題。ハルシネーションは、ありもしない URL をゼロから作り出す完全な創作です。一方で、この長官離題っていうのは、事実は正しいのに、出典の URL だけを全く別の、でも実在する URL と取り違えてしまうっていう、より巧妙なエラーなんです。このハルカン離題、なぜ厄介なのか。ハルシネーションだったら存在しないのですぐに嘘だってわかるじゃないですか。でも、こっちはリンク先がちゃんと実在する別のページにつながるから、一見するともっともらしく見えちゃうんです。このもっともらしさこそが私たちが間違った情報をうっかり信じてしまう信頼性の錯覚を生む最も注意すべき現象なんですね。この問題、実はかなり身近なところで起きています。例えば、BBC が主要な AI を対象に行ったある調査の結果を見てみましょう。なんと AI が BBC の記事を引用しますよって答えた内容のうち 13% に元の記事には存在しない、あるいは変換された引用が含まれていたんです。これは AI がもっともらしい顔で平気で出典を似せてしまう。まさに破綻来題のリスクをはっきりと示していますよね。でも、いつも AI だけが悪いわけじゃないんですよね。AI が完璧に仕事をしたとしても、リンクが機能しないことがある。その原因は、インターネットの世界そのものに潜んでいたりします。例えば、リンクの腐敗。ウェブサイトが閉鎖されたり、記事が移動したりするのって、もう日常茶飯事ですよね。これは、インターネットの宿命とも言えます。それから、URL エンコーディングエラー。URL に日本語みたいな文字が入っていると、
システム間でデータを渡すときに文字化けしちゃって、リンクが壊れてしまうなんていう技術的な問題もあるんです。そしてこれが最後の、そして最も意外な原因かもしれません。実は AI があえて URL を提示しない、あるいは機能しないリンクを出すように設計されている場合があるんです。これバグじゃなくて機能の一部なんですよ。その背景には、例えば著作権への配慮とか、ユーザーの安全を確保するといった理由があります。有料記事を要約した上でリンクまで貼っちゃうと、法的に問題になる可能性がある。あるいは有害サイトへのリンクをブロックする安全フィルターが働いている場合もある。これらはエラーじゃなくて、リスクを避けるためのいわば計算された判断というわけなんです。さて、ここまでいろいろな原因を見てきました。AI にはこういう癖があるんだっていうのが分かった上で、じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。ここからは AI と上手に付き合っていくための具体的なヒントです。大切なのはこの3つです。まず、何よりも自分で検証する癖をつけること。AI の答えは仮説ぐらいに捉えて、引用元の一時情報に当たってみるのが基本です。次に賢く再質問をすること。リンクが切れてたら、この記事のタイトルで探し直してみて、みたいに具体的に頼むとうまくいくことがあります。そして最後に過信しないこと。AI はあくまでアシスタントですから。こうした姿勢の根底にあるのが、ゼロトラストという考え方です。もともとはセキュリティの専門用語なんですけど、決して信頼せず、常に検証せよというこの原則は、AI 時代の情報リテラシーとしてすごく強力な武器になります。AI に対する見方をちょっとだけ変えてみませんか？ AI は絶対的な答えをくれる先生ではありません。むしろ私たちの思考を深めるための最高の壁打ち相手なんです。AI が投げてきたボールを叩き台にして、私たちが検証し、判断し、意味を見出す。この共同作業こそがこれからの時代に求められるスキルなのかもしれません。次に AI がリンク切れの URL を出してきたとき、単に、エラーかってがっかりしないでください。それは、ここからはあなたの出番ですよという AI からの共同作業への招待状なのかもしれません。リンクが切れたその場所こそがあなた自身の探求が始まる本当のスタート地点なのです。